こんにちは、ゆかりです。昔は服が好きで年間数百万単位で買っていた時期もありました。でも今は服が好きな気持ちは変わらないのに、不思議と服は増えなくなりました。何か特別な収納術があるわけでもなく、断捨離を必死で頑張っているわけでもありません。ただ、服を買う前にやめたことがあります。今日は服を増やさないために私が買う前にやめたことを5つお話ししてみようと思います。その1、使いやすさを優先するのをやめた。昔は素敵だなと思う服に出会うと、意外と着回せそう、仕事にも着られそう、長く使えそう、そんなことを考えることがよくありました。もちろん実際に使いやすい服もありました。でも今振り返ると、私は本当に着たい服を探していたというより、使える服を探していたのかもしれません。着回しができること、仕事にも着られること、長く使えること、そんな条件を満たしていると、なんだかいい買い物をした気持ちになれたんです。でも不思議なことに、そうやって選んだ服ほど何度も手が伸びる服にはならなかったんですよね。使いやすいと着たいは別の話だったからです。そしてそういう服が少しずつ積み重なっていくうちに、クローゼットには服がたくさんあるのに、今日これが着たいと思える服が見つからなくなっていました。だから最近は使えそうと思った服ほど一度立ち止まるようになりました。それは本当に着たい服なのか、それともただ使いやすそうなだけなのか。そう考えるようになってからは、使える服よりも着たい服を選ぶことが増えました。すると不思議と服は少しずつ増えにくくなっていったんです。その2、着る理由を先に作るのをやめた。昔はこの服を着て旅行に行きたいなとか、美術館に行ってきたら素敵だろうなとか、そんなことを想像しながら服を買うことがありました。そういう時間を妄想するのって結構楽しいんですよね。でも今振り返ると、私は服が欲しかったというより、その服を着た時間を想像していたのかもしれません。旅行で着る自分、美術館を歩く自分、少し特別な日に出かける自分、そんな未来を思い描いていたんです。そうやって買った服って服そのものというより、思い出を持っている感覚になるんですよね。旅行の記憶だったり、誰かと過ごした時間だったり。だから最近この服あまり着ていないなと思っても、服そのものでなく、その思い出までも手放すような気がしてしまって、なかなか断捨離の決断ができなくなることもありました。そうしているうちに、クローゼットの中には今着る服と思い出として残っている服が少しずつ混ざっていきました。そして気づけば服はどんどん増えていったんです。そんなことに気づいてからは、特別な一日よりも明日の朝自然と手が伸びるかどうか、その感覚を大事にするようになりました。未来の予定よりも明日の朝、今はその基準で服を選んでいます。その3、買う理由を探すのをやめた。昔は気になる服に出会うと、素材がいいから、長く使えそうだから、セールでお得になっているから、別注だから、コラボだから、今買わないとなくなりそうだから、そんな理由が次々と頭に浮かんでいました。でも今思うと、買う理由がたくさん思い浮かぶ時ほど本当は迷っていたのかもしれません。本当に欲しいものって理屈より先に、これがいいな、これが好きという感覚が先にあることが多かったんです。これって実は恋愛とも少し似ているのかもしれません。条件を並べるととても魅力的に見えるのに、なぜか惹かれないことってありますよね。
逆に理由はうまく説明できないけれどなぜか好き、人柄だったり一緒にいて落ち着く感覚だったり、そういう言葉にしにくい部分に心が動いていることもある気がします。服も少し似ていて、本当に好きなものって理由を並べる前にどこかで答えが決まっていることが多かったんです。もちろん理由が湧いてくること自体は悪いことではないと思うのですが、でも理由をあれこれ思い浮かべないと決断できない服は本当は迷っているサインだったのかもしれません。だから最近は買う理由がたくさん出てくる時ほど一度立ち止まるようになりました。本当に欲しいのか、それとも理由がないと買えないだけなのか、自分に問いかけるようになったんです。理由が必要な時点で心はまだ決まっていないのかもしれません。その4、SNS で生まれた欲しいを鵜呑みにするのをやめた。昔は時間があるとなんとなく SNS を見ることがありました。新作が出ていたり、限定品だったり、素敵なルックが公開されていたり、そういうものを見ているうちに気づけば新しい服が欲しくなっているんですよね。別に買うつもりだったわけではないのに。でも今思うと、あの時私は本当に服が欲しかったんだろうか、そう思うことがあります。欲しかったのは新しい服そのものではなくて、少し気分が動く時間だったのかもしれません。何か新しいものを見たり、少し心が動いたり、そんな時間を求めていたこともあった気がします。でもその役割って必ずしも服じゃなくてもよかったんですよね。散歩でも本でも美術館でもカフェでも好きなものに触れる時間でも、そう考えるようになってからは SNS で服の情報を見て欲しくなった時ほど、まず自分のクローゼットを見るようになりました。本当に服が欲しいのか、それとも少し刺激が欲しいだけなのか。そうやって考えてみると、欲しいものは案外もう持っていることも多かったんです。その結果、衝動的に服を買うことは随分減りました。その後、今の自分を無視するのをやめた。昔は今の自分ではなく、少し理想の自分を想像して服を買うことがありました。それは人によっては憧れの人だったり、好きなインフルエンサーだったりするのかもしれません。でも私の場合は、こんな自分になれたら素敵だな、そんな未来の自分を思い描いていたことが多かった気がします。少し背伸びをして買ったバッグ、少し気合が必要な素敵な服、少し我慢して履くかっこいい靴。今の自分には少し無理があるのに、いつか使いこなせるかもしれないと思って迎えていたものもありました。でも結局何度も手が伸びたのは理想の自分のための服ではなく、今の自分が心地よく過ごせる服だったんです。誰かの正解は必ずしも私の正解ではありませんでした。大切だったのは、誰かのようになることでも理想の自分に近づくことでもなくて、今の自分に合っているかどうかだったんです。だから最近は自分をよく見せるための服よりも、自分らしく自然体でいられる服を選ぶようになりました。そうしているうちにクローゼットも少しずつ落ち着いていきました。いやー、こうして振り返ってみると、服を増やさないために大切だったのは、我慢することでもルールを増やすことでもなくて、その服が本当に欲しいのか、今の自分に合っているのか、欲しくなった時に立ち止まって考えることだったんだなぁなんて思っていたりします。いやー、なので服を選ぶことってもしかしたら自分を選ぶ、自分を作っていくことに近いのかもしれないですね。
だからこれからは本当に服が欲しくなったら何を買うかよりもなぜ欲しくなったんだろう、そういうことを考えながら服と付き合っていきたいなと思っております。クローゼットリバウンドをしないためにね、やっぱり立ち止まって考えることが大事なのかなと思ったりしております。というわけで今日は服を増やさないために買う前にやめたことについてお話ししてみました。もし皆さんにもこれをやめたら服が増えなくなったっていうことがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。